皆さんこんにちは。今日は私たちの大切な家族、愛犬のラゴが突然感染症で亡くなったお話をします。健康だった彼がわずか1週間で命を落とすなんて今でも信じられません。この動画ではラゴがどのようにしてこの病気にかかり、どんな症状が出たのか、そして飼い主として私たちが何をしたのかをお話ししたいと思います。ワクチンを打っていたのにどうしてこんなことが起きてしまったのか、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。アシュラゴ。ラゴの疑いがあった感染症はレプトスピラ病です。3回目の血液検査を行うはずでしたが、苦しそうにするラゴを病院へ連れて行けなくて、はっきりとした診断書はありません。でも症状からもしかしたらレプトスピラ病ではないかと言われていました。まず簡単にレプトスピラ症を説明させていただきます。レプトスピラ症とは心筋性の感染症で、特にネズミなどのゲッパ類によって媒介されます。この病気は汚染された水、土壌に触れることで感染したり、その土壌が流される雨の日や川遊びが感染リスクを高めます。実は私の愛犬たちも外で遊ぶのが大好きで、暑さをしのぐために川遊びをしたり、雨の日に散歩に行くこともよくありました。またこの感染症は人間にも感染するため、犬だけでなく私たち飼い主も注意が必要な病気なんです。レプトスピラの予防策としてワクチンがあります。私もアシュラゴが病気にかからないようにしっかりとワクチンを打っていました。でもここで重要なのは、ワクチンを打っていたのにラゴは感染したということです。ちなみに先ほどから映っている兄犬のジャック・ラッセルテリア・アシュクは同じく8種混合ワクチンを受けていました。しかし昨年までは10種混合ワクチンを打っていたため、より多くの株に対して抗体ができていた可能性があります。一方でラゴは8種混合ワクチンを打っていたとしても、もしかすると特定の方に対して十分な抗体ができていなかったのかもしれないと獣医さんに言われました。この病気の潜伏期間は4日から10日と言われており、この症状が出る3日前に実は川遊びをしていました。ひょっとするとその川遊びが感染源だったのかもしれないと獣医さんに言われました。その3日後、最初の症状が出ました。足の付け根、お腹周りの高熱、嘔吐、足を伸ばして座ってぐったりとしていました。病院で当初熱中症ではないかと診断されて、その日点滴を打ってもらって、点滴には栄養剤も入っていたので、帰宅後は食事は食べなかったけど、いつも通り手作りジャーキーを食べて元気に過ごしていました。しかし翌日熱が全く下がらないので、病院で血液検査、あとは前回の動画でお話しした通りです。チャンネル登録お願いします。感染症対策にはしっかりとした除菌が必要です。私が実際に行っていた除菌方法をお伝えします。ラゴを素手では触ってはいけないと言われて使っていたゴム手袋はこちらです。それから獣医さんから指導を受けて、500ml のペットボトルに水を入れて、そこにハイターをキャップ1杯約 5ml を加え、この希釈液を使ってラゴが触れた場所や感染リスクのある場所をすべて除菌しました。それから衣類や寝具の除菌も徹底しました。50度以上の熱で10分以上乾燥させることで除菌ができると調べると出てきたので、ラゴが感染した日あたりから使用していた衣類・寝具はすべて乾燥機で30分以上の乾燥を行いました。またラゴが使っていたおもちゃはすべて廃棄です。感染のリスクを考えたらこれが一番いいと思ったからです。でもそんな中、
思い出のおもちゃが偶然ベッドの脇から出てきたり、ラゴが生前隠していたものを見つけると、その度に涙がこぼれてしまいます。ラゴとの楽しい時間を思い出す大切な品々がこうして少しずつ見つかることはとても嬉しいと思っています。アッシュは今年8種混合ワクチンしか打っていなかったため、獣医さんと相談し追加の2種ワクチンを接種することにしました。現在は2回目が終わり、3回目の接種を待っているところです。これでしっかりと抗体が作られるようにして、これからも健康管理を続けていきます。この動画を通じて少しでも多くの方がレプトスピラ症について知り、愛犬の健康を守るための対策を考えてくれることを願っています。ラゴの死を無駄にしたくない。だからこそこの経験を共有して他の方々が同じような悲しみを経験しないようにしたいと強く願っています。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございます。同じ経験をされた方はぜひコメント欄でコメントをお待ちしております。またチャンネル登録されてない方はチャンネル登録もお願いいたします。